皆さんこんにちは。トニー高谷です。今回はモーターの取り替えを行います。今ご覧いただいていますキハ82のレストア動画で、塗装剥がしに取り掛かる前に試験走行を行う様子を以前ご覧いただきました。2両のキハ82のうち1両は手で押さないと動かない状態で、もう1両はパワーパックの電圧をかなり上げると動き出すという状態でした。モーターを調整してやれば多少は改善されたかもしれませんが、実感的なスロー運転ができないところがこのタイプのモーターの特徴でもあります。それと結構電気を食いますので、加藤のパワーパックの負担を減らしたいという思いもあります。そんなことでモーターを交換することにします。取り替えるモーターはキヤノンの CN22 になります。もともと他の車両のために買っておいたのですが、そちらの製作が遅れているので流用します。モーターの発売元の遠藤から従来の縦型モーターの交換用として売られていましたが、こんな小さいもので大丈夫なのかなと思ってしまいます。ちなみにキヤノンのモーターですが、製造打ち切りになって最近見かけなくなっていましたが、別の子会社で製造されるようになって再び購入可能になっています。それでは作業に移ります。モーターを取り替えるといっても、ただ単に置き換えるというわけにはいきません。モーター軸の直径が従来のものは 2.4 ミリでしたが、新しいものは2ミリになっています。そのためこちらのウォームギアを再利用するためには、外径 2.4 ミリ、内径 2.0 ミリのパイプをモーターの軸にはめてやらなければなりません。モーター軸の長さも少し短いので、どのくらいパイプの長さが必要か調べるためにインサイドギアからモーターを取り外します。ここで重大な問題が発覚しました。まず2台のモーターをご覧ください。2台は異なるモーターで、右側は DV181、左側は DV18 モーターです。DV18 には ABC の3種類あったと思いますが、これがどれに当たるのかは分かりません。モーターに関してはキハ82の製造が長期にわたって行われたので、2台が違っていても仕方のないことですし、モーターを取り替えますのでどうでもいいことです。それよりもモーターに取り付けられたウォームギアが2台で異なっていることの方が気になります。インサイドギアに取り付けてあるウォームホイールもそれぞれ異なっています。こちらのウォームホイールは勝見の正規品と思われますが、こちらは歯車の部分が樹脂でできた可愛いモデル製と思われます。おそらく前の所有者が取り替えたのでしょう。ヤフオクなどで中古を買うとこのようなことはたまにあるようです。ウォームホイールの歯車の数も違いますので、このまま使用するとスピードが異なることが考えられます。それで余計な出費になりますが、ウォームギアとウォームホイールを2両とも取り替えることにします。
幸いなことに遠藤から CN22 モーターへの取り替えようとしてウォームギアセットが出ていますので、急遽購入することにしました。届くまで 3,4 日かかりますので、作業の方はお休みになります。ウォームギアが届きました。右側に見えるウォームホイールを車軸に固定するための黒い小さなネジを失わないようにしなければなりません。それとこのウォームギアはこれから使用するモーター軸の太さに対応していますので、先ほど述べました外径 2.4 ミリのパイプは不要になりました。ここでまた問題が発生しました。2両のインサイドギアの平ギアの取り付けが異なっています。どちらも勝美の正規品と思われますが、モーターと同じく製品の製造時期の違いによるのでしょう。このまま使ってもいいように思いますが、なるべくなら統一した方がいいので取り替えます。どちらのタイプになるか分かりませんが、モーターを天正堂のパワートラックに変えるつもりでいた他の勝美の車両からインサイドギアを取り外してきました。ウォームホイールを交換するためにインサイドギアから車輪を外す必要がありますが、指では全く刃が立ちません。万力などに挟んでもダメでしたが、ラジオペンチでインサイドギア内の車軸をつかみながらペンチで車輪を挟んで回すことでなんとか外すことができました。車輪と車軸に傷がつくかもしれませんが仕方ありません。新しいウォームホイールに取り替えます。モーターをインサイドギアに取り付けてみました。やはりモーター軸が短いです。モーターとインサイドギアの間に指定されたスペーサーを入れましたので、さらに短く感じます。ウォームギアがモーター軸に2ミリか3ミリくらいしかかからないようです。ウォームギアの長さが7ミリですので半分もかかりません。古いモーターではウォームギアとモーター軸をハンダ付けしてありましたが、これではまずハンダ付けは不可能です。ウォームギアをモーター軸に固定する方法を探すためにまた作業を中断します。
ネット検索で探し出した答えは嫌気性接着剤を使用するということでした。その中で一番有名で手に入りやすいのがロックタイトという商品です。ただロックタイトといってもいろいろ種類があり、ネット検索で出てきたページもわずかしかなくて、どれを使ったらいいのか分かりません。とにかく高強度タイプということで263番を購入しました。600番台の商品だとさらに強力なようですが、届くまで時間がかかるのと、強力すぎて何かあった時に外せないと困るので、こちらの商品を使ってみます。うまく動画が撮れなかったのですが、この容器で直接モーター軸に接着剤を流しにくいので、爪楊枝に2滴ほど垂らしてモーター軸に縫い付けました。ウォームギアはウォームホイールに噛み合わせながらモーター軸に押し込みました。接着剤の固着時間は10分ほどですが、完全硬化まで24時間かかるそうなので、しばらくこのままにしておきます。接着剤が固まるまでの間にウエイトを切り出します。左側はすでに切り出した状態ですが、ウエイトも製品の製造時期により形が異なっています。いずれにしろこのまま取り付けますと、客席を占拠して窓からウエイトが丸見えになりますのでカットします。この鉛の塊を糸のこで切るのは不可能に近いので、貝刃式の木工用のノコギリを使用しました。ウエイトを切り出しましたが、画面上に映っている残りの部分も後で使用する予定です。枕針の取り付けネジの当たりを避けるためのかき取りをします。まずノコギリで切り込みを入れてから、ヤスリのコバで削っていきます。モーターを取り付けたインサイドギアに台車をセットし、床板の枕針にねじ止めします。モーターとインサイドギアの当たりを避ける穴を前もって床板に開けましたが、半径 600mm のカーブでは当たってしまいますので、穴を拡大しました。さて、いよいよ試運転を行います。まずは車体を乗せてない状態で走らせます。レールは所有している古いエンドウの半径 600mm と 700mm のうち、より古くて状態の良くない 600mm をテストに使用しました。線路はオンボロですが、パワーパックは加藤の最新のものを使用しています。今度は車体をかぶせた状態で走らせてみました。古いガタガタのレールにもかかわらず、特に問題もなく走ってくれました。モーターを取り替えた効果も大きかったようです。ただ2両を同じ線路に乗せて走らせると、多少スピードに差が出てしまいます。おそらく平ギアに少し問題があると思いますが、私のような素人では
油を差すことぐらいしかできないので、そのままにしています。ということで、最後もトラブルに見舞われてしまいました。基本的にはモーターを取り替えるだけの作業ですので、もっと早く完了したはずですが、次から次へとトラブルが発生して遅れてしまいました。ジャンク品並みの低価格で買った中古品ですので、覚悟はしていましたが、予想以上に手こずりました。そんなトラブルの発生も、それをどのように解決していくか考えるのも鉄道模型の工作の楽しみの一つではないかと良いように捉えています。というところで、今回もご覧いただきありがとうございました。